Hello everyone, 大家好、皆さんこんにちは、ひときです。飲み会って怖いですよね。飲み会の時に途中で気まずくなったり、あとは一人で端で飲んでいて、どうやってコミュニケーションしたらいいかわからないっていう経験ありませんか？その時の気持ちはもうポテトチップスの角にあるあの粉みたいな、もう自分はこのパーティーのカスだって感じる人もいるんじゃないかなと思います。ただでさえ飲み会は怖いと思うんですけど、もし皆さんが日本で飲み会をするとしたらどうですか？その時日本語話すの怖いし、しかも日本では多分皆さんの国と飲み会のやり方が違うんですよ。ですので今日は皆さんを救う方法を僕が教えたいと思います。今日から僕のことをヒーローって呼んでください。それでは今日それを教える時に重要なオノマトペを紹介したいと思います。ではどうぞ。ノリノリ、ノリノリ。ノリノリはテンションが高くて気分が上がっている状態を表します。例えば音楽を聴いていて、こういう人見たことないですか？こういう人そういう人がいたら、あの人めっちゃノリノリだねっていう言い方ができます。このノリノリのノリは、例えば車を乗るとかのあの乗るから来ています。車に乗る、電車に乗る、バイクに乗る、自転車に乗る、飛行機に乗る、全部乗る、これだけ覚えればもう何でも言うことができます。こういう風に日本語は乗り物に乗るときは全部乗る、この一つだけでいいので、とうとう日本人は音楽にも乗るという言葉を使い始めました。さっきみたいにこういう風に音楽聴いている人がいたら、その音楽に乗っている感じだなっていうことを表したいので、その時にあの人めっちゃノリノリだねとか、あの人めっちゃ音楽に乗っているという言い方ができます。他にもこのノリノリは、例えば友達とどこかへ旅行に行く計画を作っている時に、友達がその場所にすごい行きたいから、じゃあこの日はここに行こう、この日はここに行こうとか、すごい積極的にプランを作っている時に、すごいノリノリじゃんという言い方ができます。これも早く行きたいっていう気分に乗っている。だからノリノリという言葉が使えます。さっきの音楽の時もプランを作る時ももっともっとみたいな気持ちがあるじゃないですか。この時にノリノリという言葉が使えます。僕がイギリスに行った時に一回飲み会に行ったことがあるんですよ。そこで僕は日本の飲み会のイメージのままイギリスの飲み会に行ったらマジでびっくりしました。みんな音楽つけて音楽にノリノリでダンスをノリノリで踊っていました。僕が行った時に本当に全然違うし、普通の服だし、どうやって他の人に話しかけたらいいかもわかりませんでした。頑張って僕もみんなと一緒にノリノリになろうとするんですけど、ちょっと全然やったことなくてうまく乗ることができませんでした。ノリノリはその人の状態とかそういうことを表すんですけど、ノリと一回だけ使うこともできます。ノリと一回だけ言った場合はその時の流れの様子を表します。例えばノリがいい人はノリノリになりやすい人で、遊ぼうよと言った時にすぐいいよいいよとその話に乗ってくる、その話に参加してくるみたいな意味があります。逆にノリが悪い人というのは、パーティーしようよと言った時にいつも私はいいやと言ってその流れに乗ってこない人、参加しない人のことを言います。ですので僕はイギリスでその流れ、そのノリが全然わからなくて、ちょっと大変な思いをしました。だから皆さんは絶対その国の飲み会のノリを知っておく必要があると思います。まず日本では例えばバーとかだったら他の国とも同じかなって思うんですけど、結構友達の家で飲み会をすることがあります。そしてその時のメインは会話です。友達と話すことがもうメインになります。音楽もつける時もあるんですけど、普通は BGM みたいな感じで友達とおしゃべりをしたり、あとはテレビゲームとか飲み会のゲームをして遊びます。めっちゃ面白かったのは、僕が日本で留学生と飲み会をした時に、留学生の一人がすごい音楽とかダンスとかするような、そういう飲み会をイメージしてたみたいで、ちょっとセクシーな感じのドレスで友達の家に来て飲み会をしたので、それがすごい面白かったです。みんなは普通のこういう格好なのに、その人だけおしゃれなドレスみたいな服を着てたので、少し気まずかったって言っていました。
ですので日本の飲み会では普通のこういう服を着てってください。そしていいか悪いかわかんないですけど、僕たちは飲み会の時たくさん話すので、少し日本語が怖い人は飲み会も怖いと思うんですよ。そこで僕の出番が来ました。これから皆さんにどうやったらいいかを教えたいと思います。まず少し日本語が話せる人は、日本では有名な山手線ゲームっていう飲み会のゲームがあります。これは簡単に言うと一つテーマがあって、例えば色。そしてみんな順番に一つずつ色を言っていくんですよ。で、同じ色を言ったら負け。それで負けたらその人はお酒を飲むっていうゲームがあります。もともと東京の山手線っていう有名な路線があって、それがこういう風にぐるぐる電車が回るので、そういう感じでぐるぐるみんなで一つずつ答えを言っていきます。でもわかりますよ。みんな自信ないですよね。僕も自信ないです。僕も日本語自信ないです。ですのでそういう人はトランプを持っていくことをおすすめします。日本で飲み会をするときはみんな座って、そしてテーブルがあるので、こういうトランプとかがしやすいんですよ。ですのでこれを持ってって今から紹介するゲームをやってみるのをおすすめします。まずカードの中にジョーカーは1枚だけ残しておいて、もう1枚のジョーカーは他の場所に置いておきます。そしてこれをシャッフルした後にみんなに全部配ります。そして自分のカードを見た時に、こういうペアがあった時に、数字のペアがあった時にそれを捨てます。そうするとカードが少なくなりますよね。そしたらゲームスタートです。他の人から1枚カードを引いて、そしてペアがあったら捨てます。そういう風にするとみんなどんどんカードが少なくなっていって、最後にジョーカー1枚を持っていた人が負けます。これは言葉を全然使わなくてもいいし、日本人なら全員絶対みんな知っているので簡単に遊ぶことができます。やっぱり最初に心と心の距離が近くなった方が日本語も話しやすいと思うんですよ。ですのでこのババ抜きって呼ばれるゲームなんですけど、それをすることをおすすめします。このババ抜きの名前なんですけど、ババアっておばさんのすごい悪い言い方で抜きっていうのはなんか抜く、つまり取り除くっていう意味があるので、よく冗談でお前ババアだから参加しちゃダメとかいうすごい失礼な言い方があります。もちろんババアも参加していいですよ。こういう風に日本の飲み会のノリが分かったら、機会がある人はたくさん飲み会に参加してみてください。そしてノリのいい人になってみてください。実際留学生の人はノリがいい人が多いです。やっぱり何かしようぜって言った時に、その人たちもいいよいいよみたいな感じですぐに参加してきてくれます。すごい思い出にあるのは、だいたい夜の8時ぐらいから飲み会を始めて、そして夜11時ぐらいにその留学生の一人がカラオケ行きたいなって言ったんですよ。そしたらみんな最初はカラオケ行く予定なかったんですけど、その飲み会のノリでカラオケに行きました。もちろんカラオケではみんなノリノリで歌を歌って、日本語の歌とかあとは英語の歌とかをみんなで一緒に歌って、すごい楽しかったです。今日この動画でノリとかノリノリの説明をしたんですけど、おばあちゃんとかおじいちゃんの世代はあまり使わないかもしれないですね。確かに海外からいろんな音楽が来て、そういう乗れる曲がたくさん来たので、もしかするとこれからの未来、音楽に乗るとかだけじゃなくて、もっと他のことにも乗るっていう言葉が使われるかもしれないですね。話を戻して、皆さんの国では飲み会の時にどういうノリがありますか？飲み会のそういう雰囲気とかそういう流れとかどういう感じなのか、ぜひコメントで教えてください。あとインスタグラムでよくオノマトペのストーリーを上げたり、ツイッターではちょっと汚い言葉を教えたりしてるので、違うな、いや違う、ぜひ説明欄にリンクがあるのでよろしくお願いします。ではありがとうございました。前に撮った平安時代の動画覚えてる？平安時代は男の人が和歌を書いて、そして女の人にあげて、家に行って3回家に行くと結婚するみたいな時代だったよね。その時コメントでみんなも和歌を書いてみてって書いたから、今日はちょっとだけそれを紹介するね。まずクスって笑っちゃったのが Ever Sam さんが書いた愛し夜、二人のはずが親も連れ、やはり男が払うんですね。日本ではよくデートに行くとその人のご飯とかをお金払ったりする文化があるんですけど、そのことを言ってるのか、
もしかすると払うっていう言葉はちょっと難しい言葉で代償を払うっていう言葉があるから、そういう風に何かリスクを払うみたいな意味があるんだけど、そういうこと言ってるのかな。男の人が払うのは嫌だっていう女性もいると思うんですけど、でも確かにこの文化はまだちょっとあるので、言いたいことがちょっと分かってクスって笑っちゃったあとザ・メロポペウスさんが書いた英語だけど Computer Science You love it or may hate it. It ones or zeros. Armed with mass knowledge, it discovers, models the world. これはね、頭がいい。確かにコンピューターの世界は0と1だけだから、なんかそれを和歌に入れて、ちょっと新しい現代風な和歌っていうことですごい頭がいいと思った。あとはね、OT1283 さん。目を合わせ、その瞬間は1秒で分かったことが愛なのか。これを日本語で一目惚れっていう風に言うんだけど、1秒見て好きになっちゃったっていう気持ちを上手に書いてるよね。すごいいい和歌だと思う。他にもたくさんいろいろ和歌書いてくれて、みんなマジですごいいい。びっくりした。俺はこんなの書けないって思う和歌がたくさんあって、すごい読んでて楽しかった。ありがとう。ちょっと全員の紹介できなくてごめんね。では、バイバイ。